皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。今日は離散数学入門の第4回の授業ということで、テーマは、深さ優先探索アルゴリズムです。深さ優先探索はですね、グラフ理論的にとても重要な応用がいろいろとあります。例えば、グラフの連結性の判定だとか、グラフのカット点の判定とか、強連結成分の探索とかですね、いろいろとあります。今日は深さ優先探索アルゴリズムの解説をして、その、応用の一例としてですね、グラフの強連結な向き付けを求めるアルゴリズムについても紹介したいと思います。前回の授業では、グラフの探索アルゴリズムの一種である幅優先探索アルゴリズムの解説をしました。これは視点から少ない歩数で到達可能な順に全ての頂点を網羅的に洗い出していく方法で、最終的に幅優先探索儀という根付き全域器を出力するアルゴリズムでした。各頂点を訪問するときに視点から何歩で行けるかというのをラベル付けしながら進むので、視点とすべての頂点の最短経路距離が得られますから、迷路のグラフに適用すれば必ず最短の脱出経路を見つけることができるのでした。今日のテーマは深さ優先探索という別の探索アルゴリズムです。で、深さというのは何だったかというと、根付き儀の頂点 V に対して根から V までの有効パスの長さのことを言うのでした。この図は深さがわかりやすいように描いたものですけれども、もちろんこんな風に描かれていたとしても、それぞれの頂点の深さというのは全く同様に定義されます。で、深さ優先探索アルゴリズムというのは、その名の通り、できるだけ深いところにある頂点を追い求めるような探索の仕方をします。例えば、この左にあるグラフ G と探索の視点 S が与えられたとします。G は別に木である必要はないんですけれども、ここでは一番素朴な例ということで G は木ということにします。この入力に対して深さ優先アルゴリズムを実行すると、その探索の軌跡はこのようになります。では、この探索をステップごとに挙動を見ていきますと、アルゴリズムはまずこの視点 S からスタートして、未探索の頂点をたどって可能な限り突き進みます。やがて行き止まりにぶつかる状況とか、またはこれ以上進むと探索済みの頂点を再び訪問してしまうという状況に出くわします。そういう時はそれ以上進めないというふうに判断して、アルゴリズムは来た道を引き返して戻るんですけれども、この時できるだけ深いところを探索できるように、あくまでも必要最小限の戻り方をします。ここでは深さ4から深さ3のところに一歩手前まで戻れば別の未探索な道がありますので、深さ3の頂点まで引き返して、そこからまだ探索していない別の道を再び可能な限り突き進みます。これを G のすべての頂点を網羅するまで繰り返し続けるというのが深さ優先探索アルゴリズムです。この例を使って最後まで実演をしますと、ここではもうこれ以上先にはいけないので、深さ4から3のところにまた戻るんですけれども、深さ3から潜る道というのは、すでにもう全部探索済みですので、ここでは仕方なく深さ2のところまで元に戻ってやって、そこからまた深く進んでいきます。で、これ以上はもともと深くはいけませんので、仕方がないので、深さ1まで戻って、で、また深く進む。行き止まりに達したら、今度は深さ1はもう探索済みなので、これ以上先に行けませんから、深さ0のところまで戻って、でそこから未探索な道を可能な限りまた突き進む。そしてまた深さ1まで進み直す。というわけで、これで全部の頂点を網羅できて、この視点 S を根とする全域儀ができました。この根付き全域儀のことを深さ優先探索儀というふうに呼びます。ここではちょっと頂点にラベルをつけませんでしたけれども、実際には次のスライドでお見せするように、その頂点を何番目に訪問したかという、通し番号を振りながら探索をしていきますので、深さ優先探索儀はラベル付きの根付き全域儀となります。
というわけで、最終的に頂点にラベルがついた熱気全域機ができるという点では、深さ優先探索も幅優先探索も共通しているわけなんですけれども、幅優先探索と違って、深さ優先探索儀における各頂点のラベルは、視点からの最短経路帳ではなくて、その頂点を最初に何番目に訪問したかという番号になっているという違いがあることに気をつけてください。深さ優先探索もすべての頂点を訪問するアルゴリズムですので、もちろん迷路を解くために使うことも可能ではあります。深さ優先探索の方がどちらかというと人間の迷路の探索に近いような挙動になっているので、直感的には理解しやすいかなというふうに思います。ただし、幅優先探索と違って常に迷路を最短で脱出できるとは限らないという点には注意してください。というわけで、深さ優先探索は、迷路にも使うことはできるんですけれども、むしろグラフ理論的な応用が豊富で、グラフに関するいろいろなアルゴリズムの中で使われているものなんです。迷路の話は前回の授業でやりましたので、今回は深さ優先探索アルゴリズムが活かせる応用例として、グラフの強連結な向き付けというのを求める問題にスポットライトを当てて解説していきます。以後の話では、まずグラフの強連結な向き付けとは何かというか、そもそも強連結というのは何なのか、そして向き付けとは何なのかという知識を導入して、それから強連結な向き付けを求める問題っていうのは、実社会のどういう場面に現れるのかということを説明して、グラフの強連結な向き付けを考える動機付けをします。そしてこの問題を解くための2種類のアルゴリズムとして、深さ優先探索を使わない方法と使う方法を両方とも紹介します。まずは強連結という言葉についてです。向こうグラフの場合、任意の2頂点に対してそれらを結ぶパス、道があるようなグラフのことを連結なグラフというのでした。でも有効グラフの場合はですね、辺に向きがありますので、連結といっても種類があって、弱連結と強連結という概念があります。弱連結というのは、単に有効辺の辺の向きを無視して向こうグラフにしてやった時に連結であるということです。例えばこの左の有効グラフは、辺の向きを無視してやれば、田んぼの田の形をした連結グラフになりますので、これは弱連結であるとは言えます。一方、強連結っていうのは、それよりももっと強い概念で、任意の2頂点に対して、UV に対して U から V への道、有効パスと、V から U への有効パスが共に存在するということを言います。つまり、その任意の2頂点が矢印の向きに沿って互いに行き来できるということですね。当然ですが、強連結だったら自動的に弱連結と言えますけれども、逆は正しくありません。実際に左のグラフは弱連結ではあるけれども、強連結ではないという例になっています。例えば、丸1の頂点から丸9の頂点には行けるけれども、丸9から丸1に行くことはできないというふうに、この右のグラフと違って、互いに行き来できない2点が存在してしまっています。さて、もう一つのキーワードであるグラフの向き付けというのは、その名前の通りですね、向きのないグラフ、無効グラフのすべての辺に向きを定めて、有効グラフにしてやることを言います。で、もちろん一つの無効グラフにはいろいろな向き付けがあり得ます。例えばこれは先ほどの弱連結だが強連結ではない有効グラフを作る向き付けです。で、弱連結だが強連結ではない有効グラフを作る向き付けというのは他にもあります。例えば、こういうものですね。これは5に入ってしまったらもう出られないので、5からはどの頂点にも行けないということは一目瞭然かなと思います。一方でこれは任意の2頂点 UV に対して有効パス、U から V への有効パスと V から U への有効パスが両方とも存在する。つまり強連結な有効グラフを作る向き付けです。そのような向き付けのことを強連結な向き付けと言います。今日の授業ではこのような強連結な向き付けという特別な向き付けについて考察をしていくわけです。ここまでの話だけですとなんだかこれがすごく抽象的な問題に聞こえるかもしれませんけれども、グラフの強連結な向き付けというのは実社会でも意味のあるテーマです。
強連結な向き付けが現実のどういうシチュエーションで現れるか、その代表的なものとしては、道路の一方通行の向きを決める問題というのがあります。2車線は絶対に作れないような、すごく細い道路が張り巡らされている街があったとしたら、すべての道、すべての道路を一方通行にせざるを得ませんよね。でも、でたらめにその向きを決めてしまったら、到達できない場所が出てきてしまったり、下手をすると先ほどのようにですね、この交差点に入ったが最後二度と出られないという事態になってしまいます。ですから、すべての道路が一方通行であったとしても、どこからどこにでも必ず行けるという道路のシステムを構築するには、道路地図に対応するグラフを強連結に向き付けするということが必要になってくるわけです。似たような例として、美術館とか博物館における見学順路の設計なんかもあります。あまり良くない順路の設計をしてしまうと、例えばさっき見た展示をもう一度見に行きたいなと思っても、一方通行になってるから引き返せないと。で、もう一度見るには仕方がないので、一旦外に出て再入場しないといけないという状況が起きてしまいます。強連結な向き付けができれば、見学順路の一部をぐるぐる回って好きなところをリピートできますし、例えばこの右上のこの辺りにある展示が見たいと思った場合は、この順路に従ってですね、それを一回だけ通っても構わないけども、見たければ何度でもぐるぐると見ることができますし、でもちろん見学の途中のどこからでも必ず最初にいた場所に戻ってこられる、帰ってこられるわけです。ですから、向こうグラフの強連結な向き付けというのは、こんな風にですね、自由な行き来を妨げないシステムの設計に直結するものであるというふうに言えるわけです。ところがここで重要な注意点がありまして、どんなグラフにでも強連結な向き付けというのは存在するわけではありません。実際この左のグラフは強連結な向き付けができるわけですが、右のグラフは強連結な向き付けができないグラフの例なんです。では、向き付けがされていない道路地図なり、その博物館の地図なりを見てですね、すべての道路を一方通行にしてしまっていいかどうかを判断するには、どうすればいいのかという疑問が生じます。つまり左のグラフと右のグラフっていうのは、本質的に何が決定的に違うのか、何によって見分ければいいのかということですね。で、それに答えてくれるのが、ワンウェイストリートセオレム、一方通行道路の定理としても知られているロビンスの定理というものです。で、この定理は一数2以上の無効グラフ G に対して、G に強連結な向き付けが存在することと、G が連結で橋、ブリッジを含まないということが同値であると述べています。もしもG が連結ではない、または G に橋が含まれているということであれば、G に強連結な向き付けが存在しないというのは、明らかですよね。なぜなら、G が連結でなければ、そもそも弱連結な向き付けすらできないですし、この右のグラフのように G に橋が一つでもあったら、そこを一方通行にしただけで、その橋の片側ともう片側の自由な往来が不可能になりますので、その橋の存在がネックになって強連結な向き付けというのが不可能になってしまうからです。だから、ロビンスの定理の重要さは、この今の主張の逆ですね。つまり、G が連結で橋を含まないというこの条件さえ満たせば、必ず G に強連結な向き付けが存在するというその部分の主張にあります。その主張の証明をする前に、もう少しこの定理のステートメントを少し味わうことにします。この定理からすぐにわかる通り、木は橋を含むというか、すべての辺が橋になっているほどのグラフですので、木はどんな木であっても強連結な向き付けができないグラフだというふうに言えます。一方、サイクル、経路というのは、どの辺も橋ではないグラフですよね。どの辺を切ったとしても、グラフが非連結になるということはありませんから、どの辺も橋ではありません。ですので、必ず強連結な向き付けが可能ということになります。実際、時計回りでも反時計回りでも構いませんので、ぐるっと一周する方向に向きを定めて、有効サイクルにしてやれば、強連結な向き付けになります。ご覧のようにサイクルのどの2頂点を選んだとしても、例えば頂点1から3にはこのご覧のように黄色の有効パスがあって、反対向きの頂点3から1に行くときにはこの青色の有効パスがあるというふうに、1と3を互いに往復する、行き来することができます。では、橋を含まない連結グラフでありさえすれば、必ず強連結な向き付けができるというロビンスの定理の主張をどうやって示すかというと、これは次の補題を使います。
それは一般にグラフの辺が端でないということと、その辺が何らかの経路に属していることは同値だと述べる補題です。今日の授業で活躍する命題なので、ここでは補題という位置づけにしました。例えば2と5を結ぶこの辺はブリッジ、橋ですので、確かにこれを含む経路は存在しないということが見て取れます。一方、この3と4に関しては、これは3と4は橋ではない辺で結ばれているわけですけれども、3と4はこの辺を使わなくっても、ちょっと迂回すれば、この1と2を経由して、この4、1、2、3というこのパスで結びつけられているわけですので、このパス4、1、2、3と3と4を結ぶ辺、4、3と、これを2つを合わせれば確かに経路ができているということなんですね。この補題の証明は、今のアイデアがエッセンスになっていますが、詳しい証明は教科書の演習問題 1.23 の回答を参照していただくとして、ともかくこれを使ってロビンスの定理の証明をします。証明のポイントは2つあるんですけども、第1のポイントは、ロビンスが考案した橋を持たない連結グラフの耳分解というアイディアです。橋がなくて、連結でありさえすれば、どんなグラフでも構わないんですけれども、ここではご覧のグラフ G に対して、耳 G の耳分解というものをデモンストレートしていきます。まず最初にどれでもいいので、G に含まれる経路、サイクルを一つだけ選びます。これを G1 と名付けます。で、もしも G1 が G そのものである場合は、これで終わりなのですが、この場合はもちろんそうではなくて、例えばこの頂点 V に接続する水色のこの辺 E のようにですね、G1 の頂点に接続しているけれども、G1 に含まれていない G の辺というのがまだ存在しています。で、G のどの辺もブリッジではない、橋ではないということを思い出すと、当然この G1 から生えているこの水色の辺 E もブリッジではありませんので、先ほどの補題によって G にはこの E を含む経路が存在するということになります。で、その経路は、この V から出て、ひょっとしたら赤い辺を通らずに V に戻ってくるかもしれないし、最後に赤い辺を通って V に戻ってくる場合もありますけれども、今回のこの G の場合は、赤色のこの辺を経由してですね、こう V に戻ってくるような経路になっています。で、すでに色が塗られているこの辺は、新たに塗り替えないと、無視するということにすると、この時点でこの赤色の G1 というサイクルと、その G1 と2つの端点だけを共有する水色のパス、道が得られたということになります。で、この水色のパスを G2 と名付けることにします。で、繰り返しますが、この例での G2 というのは G1 と2つの端点をシェアするパスになっていますけれども、もしも G1 と1箇所、1つの頂点だけをこうシェアするようなサイクルがある場合は、そのサイクルを G2 としてももちろん構いません。で、するとこれまでに選んだグラフの和、つまり G1 の頂点集合と G2 の頂点集合の和を取って、G1 の辺集合と G2 の辺集合の和を取ってできるグラフは、この赤色で示したグラフになります。そしたら今度はこの G1 と G2 の和のグラフに対して同じ操作を行っていきます。このような操作をすべての辺を網羅するまで続けると、こんな風に橋を持たない連結グラフ G の辺を塗り分けて分解することができます。一番最初のこの経路からスタートして、それにどんどん耳をくっつけていく、そんな要領でできるようなですね、このような分解のことを耳分解というふうに呼びます。もちろん一般には耳分解の仕方は一通りではなくって、最初にどの経路 G1 を選ぶか、そして途中の G2 とか G3、G4 としてどの道や経路を選ぶかによっていろんな分解があり得ますけれども、ともかく橋を含まない連結グラフであれば耳分解が必ずあるというのが一つ目のポイントです。で、そしてその耳分解というのを使えば、必ず強連結な向き付けができるというのが次の二つ目のポイントです。それはどうやるかというと、まずは G1 の強連結な向き付けを作ります。G1 っていうのは経路ですから、先ほど言ったようにどちら向きでもいいので、ぐるっと一周回るような向き付けをして、有効経路にしてやるだけで強連結になります。これで少なくとも赤の頂点たちは互いに行き来自由にできるようになりました。次はこの G2 ですね。という緑色のこの耳の部分の頂点たちを含めて自由に行き来できるようにして、強連結になっている部分を拡大していきます。
それはどうやるかっていうとすごく簡単で、緑色のこのパスをですね、上から下でも下から上でもどちら向きの流れでもいいので、このようにパスから有効パスに向き付けをして変えてやるだけです。もし G2 がサイクルである場合は、これもどちら向きでもいいので、サイクルから有効サイクルにしてやります。で、緑色のパスのこの両端の2つの頂点っていうのは、もともとこの赤色の経路のおかげでお互いに行き来できるわけですから、そうすると結局のところこの赤の頂点だけではなくって、緑色の頂点も含めて、どの頂点も互いに自由に行き来できるようになったということになります。こうやって耳分解で得られた順に G3、G4、G5 に対しても同様の向き付けを続けて行ってやって、強連結な向き付けの範囲を拡大していけば、最終的にはグラフ G 全体の強連結な向き付けを得ることができます。証明の要点だけを述べましたけれども、まとめると、橋を含まない連結グラフは必ず耳分解ができて、耳分解ができれば必ずこの方法で強連結にできるというロジックです。これでロビンスの定理が証明されました。すべての道路を一方通行にできるのは、道路地図が橋を含まない連結グラフになっている時だと、教えてくれる定理なんですけれども、ただ単にこういうグラフだったら強連結な向き付けが存在すると教えてくれるだけではなくって、耳分解というアイディアを活用して、強連結な向き付けアルゴリズムまで与えている、そういう具体的な証明になっているというのも特筆すべきところです。きちんと書き下した証明を読みたい方は、教科書の定理2.4と2.5の記述を参照してください。ロビンスが考案したのは、有効経路に有効パスや有効経路を耳のように付け加えていくことで、強連結な向き付けを得るという方法でしたが、グラフの強連結な向き付けを求めるアルゴリズムとしては、深さ優先探索機を使った応用した別の方法もあって、実際に広く使われています。そのアルゴリズムを説明するために、入力、インプットとしてご覧のような橋を含まない連結グラフ G が与えられたとしましょう。深さ優先探索儀を用いた強連結な向き付けアルゴリズムでは、まずは探索の視点となる頂点を一つ選んで、この授業の冒頭で説明した深さ優先探索アルゴリズムを実行します。すると、例えばこの右側に図示されているような深さ優先探索儀が得られます。深さ優先探索儀で通った辺は太い実線で、深さ探索儀に入っていない G の辺は点線で表しています。冒頭で述べた通り、これは視点である点、頂点を根とする G の有効全域域で、各頂点のラベルというのは、その頂点を最初に訪問したのは何番目なのかという番号になっています。この深さ優先探索儀というのをもう少し深さが見やすくなるように書き直すと、このようになります。こうすると深さ優先探索儀に含まれるこの太い実線のこのアークはですね、必ず浅いところから深いところに向かっている、すなわち頂点の番号が小さいものから大きいものに向かうようになっているということは一目瞭然です。この深さ優先探索儀というのは、G の根付き全域期ですので、この時点で根からであれば、どの頂点に対しても有効パスが必ず一つ存在しているわけです。しかし当然これだけでは、深いところにある頂点から浅いところにある頂点に遡ることはできないわけです。そこで、この全域期に含まれていない、この点線で書かれた G の残りの辺、すべての辺の向きを、深いところから浅いところに連れ戻すような向きにしてやります。より正確に言えば、頂点に付けられているラベルの番号が大きいものから小さいものに向かうように向き付けをします。例えば6と8を結ぶ辺だったら、8から6に向かうように向き付けをします。4と7を結ぶ辺だったら、7から4に向かうような向きをつけるという具合です。このルールで全ての、点線の辺に向きをつけると、この右の図にある通り、元々の深さ探索儀にこのピンク色で書かれている逆戻りのアークが何個か付け足されたグラフが得られます。で、こうして得られるグラフ、このグラフっていうのは、実は必ずグラフ G の強連結な向き付けになります。
よって、このアルゴリズムは、この有効グラフを出力して終了となります。で、こうして得られるこのグラフが、なぜ必ず強連結になるかというと、熱気全域期にこのピンク色の逆戻りのアーク、例えばこの8から6に向かうアークを付け足すっていうのは、ご覧のように6786というこの有効経路を作るということでもあります。この有効経路のおかげで、6、7、8の頂点たちの間は、少なくともこの3つの頂点たちの間だけは自由に行き来できるようになるわけです。さらに G は橋を含まないグラフだということを思い出すと、どの有効経路にも、その経路と一つの頂点または辺を共有する別の有効経路が存在するということになります。そうでないと、ある経路からどの経路にも含まれない辺が生えている。すなわち前の補題よりグラフ G における橋になっている、ブリッジになっている辺が存在することになって矛盾するからです。実際ここではこの6786という経路は確かに4674というこの経路と67という辺を2つの経路が共有しているわけですね。で、さらにこの経路4674というのは経路23452とこの頂点4を介してつながっている。この頂点4を共有していることになっています。そしてこの経路23452というのは、この辺23というのを経路1231と共有しているわけです。というわけで、これらの有効経路を伝っていけば、どの深さにある頂点からでも必ずどんどん浮上していって、最終的にこの深さ優先探索儀のルートまで戻ることができますので、このグラフは確かに強連結であるということが保証されるわけです。耳分解に基づくロビンスのアルゴリズムは、経路から始めて、どちら向きでも良い有効パス、あるいは有効経路を付け加えていく方法でしたが、これは全域機から始めて逆戻りの有効辺を付け加えていくという方法になっています。今回説明した通り、深さ優先探索アルゴリズムあるいは耳分解を用いたアルゴリズムを使えば、道路の一方通行システムの設計という課題を解決することができます。皆さんも教科書の演習問題を解いたり、あるいは現実的な文脈に現れるグラフを使ったりして、グラフの強連結な向き付けを求める練習をぜひしてみてください。